ラーメン屋のオーナーのリアルな収入をちょっと聞いてみたいなと思っていて。ダメなとこって、でも大体ラーメンの味とかじゃない。まあ一番うまくいった例は、1日多分。はい。では、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。今回はですね、ラーメン屋のオーナーのリアルな収入をちょっと聞いてみたいなと思っていて、実際僕も将来は地元青森に帰って、なんかお店やって、ゆったり暮らすのもありなんじゃないかなと思ったりしていて、ただ、今東京に住んでて、ぶっちゃけどれぐらい収入があって、生活が安定するのかな、不安というか、聞いてみたいなと思ってるんですけど、よろしいでしょうか。はい、この動画をご覧いただきありがとうございます。ラーメンをね、始める方の8ステップ用意してますんで、ぜひ、興味のある方は、概要欄の LINE 公式からお受け取りください。じゃあ、早速ではあるんですけど、結構時と場合というか、いろんな状況によるかなとは思っていて、じゃあ、例えばですけど、プロデュースした方以外ですね、本当に何も知らない状態で始めちゃった時の、失敗例じゃないですけど、うまくいかないとどうなるのかっていうところをちょっと最初にお聞きできる。うまくいかないっていうと、もう、要はまず売り上げが上がらない。多分スタッフがあんま良くないからとか、いろんなそういう諸問題が起きて、お客さんが離れていって、売り上げが上がらない。売り上げが上がらなくなると何が起きるかっていうと、当然赤字っていうことは、給料が払えなくなる。家賃が払えないところで、要は持ち出しが増えていく。多分それを埋めるために。一回そうなっちゃうと、正直言ってなかなか元に戻すのは、もう大変です。ただそうなる前に本当はいろいろ相談してもらえればできることっていうのがあるんだけど、ほとんどの方がダメになった状態でこんなになっちゃったって来られるの、もう悪化した状態で来られると、手がつけられなくなっちゃってるっていうのが多いんで、まめに状況は教えてほしいっていうのはありますよね、正直。やっぱりダメになる前に手は打ちたい。でもダメなとこって、でも大体ラーメンの味とかじゃなくて。もうその状態だともう本当にもう自分で持ち出してるのもゼロというかマイナス。マイナスですよ。変な話、過去の例でいくと、トレーニングするじゃないですか、オープニングの準備して。トレーニングして、オープニングの朝に店長がいないっていうのがね。本当にあるんですよ、これ。なるほど。2件ぐらいあるかな、過去。2件あって、本当店長が朝来ない。ってどういうことってなって、オーナーさんがね、前日の夜中かな、2時頃に電話鳴るんですよ。夜中の2時に電話鳴るなんて、事件しかないじゃないですか。確かに。何ですか、どうしたんですかって言ったら、多分、店長が飛びましたって言うんですよ。多分、明日来ないと思いますって言って。何があったんですかって、ちょっといろいろなんか言い合いしたみたいな、意見の違いが起きたりとか、中には店長がもう前日で当日オープン迎えるとビビっちゃって、怖くて来ないとか、いろんな状況があるんですけど、実際その2件は、本当に朝店長来てなくて、僕がやってました。ただ僕も何日も勤められないんで、他の仕事もあるから、1週間だけはやるから、1週間の間に誰か見つけてくださいって言って、で見つけてもらって、その間もう一回教えながら、あとちょいちょい遠隔でアドバイスしながらっていうのは、失敗例って言ったらもういろんなケースがあるんだけど、それはもうやっぱ持ち出しが起きちゃうので、絶対僕にとってあってはならないことなんですけど、全くないわけではないです。それが一番最悪なケースというところで、今度一般的なところで言うと、前回の動画で初期費用もお聞きしたと思うんですけど、例えば関東の都心ではないところぐらいに出したときに、初期費用とか売上と、あと残る利益って大体どれぐらいになるか。大体過去のうまくいってるお店は、売上の大体 10% から 15% がオーナーさんの取り分です。例えば500万いってるお店だったら、50万から70万がオーナーさんが取ってくる。
いううん。費用です。うんうん。 500万ぐらいいくとね、多分まとまったお金になるんで、確かやってって面白い。に。うんうん要はね、売上規模が500万規模のお店が作れるのか、うん。うんうん。 300万ぐらいのお店なのか、全然変わっちゃうと思うんですよ。300万でも、まあ、大した売上ではあるんだけど、はいオーナーさんにとっては30万から、ね、45万ぐらいなんで、うんうんうん。例えば300万ぐらいのお店を3つぐらい作るとかね、はいはいはい。複数店舗やってまとまったお金ですよ。なるほど。売上の高いお店を、本当もうドル箱じゃない金額1個当てるとか、うんうんうんありますけど、だいたい 10% から 15%。うんうんうん。ほとんど僕のお客さんは、はい。 1店舗で終わんないで、2つ3つやってる人が多い。はいはいはい。大体こう利益率とかはもう一緒で、まあ大体10%から15%ぐらいで、まあ、売上をじゃあどうやって増やすかみたいなところになってくるんですかね。そうですね。だから売上ってさっき言ったように、そのやっぱ立地で決まっちゃう部分とスタッフ力で決まっちゃう部分。うんうんうん。どうしてもそこを頼りになってしまうと、やる前から、うんうんうん。だいたいどれくらいの売上がいくかっていうのは、僕の方で予測がつくので、はいはいはだいたい僕の言った前後になってますね。どうやって売上作っていくかっていうところは、まあ、いろんな手立てをしながら、500万ぐらいの売上がないと面白くないと思いますね、オーナーさんからしたらね。でもそんな500万の売上が上がるお店ってそんなにゴロゴロしてるわけじゃないんで、はいはい。そういうお店っていうか物件に出くわすかどうかですよね。場所とスタッフで決まるっていう、その場所で大体こう売上規模が、見えてしまうんで。大体500万円の売上のお店って、例えば席数がどれぐらいとか。席数が、僕は理想的なのは25席から30席ぐらい。はい、この辺が売上規模が作りやすい。25席を何回転1日させるかというところで、だいたい回転数で売上が見えてくるっていう試算をするんですけど、やっぱり500万ぐらいいくところって、1日5、6回転するはずなんですよ。結構言ってますね。はい。しないとそういう売上にならない。はいはいはい。だから30席ぐらいあると結構大きな売上が取る。ただ席数があるからって必ず売上が上がるわけじゃないんで。間違いないですね。ここが難しいところなんですよ。で、広いと今度人を配置しなきゃいけないじゃないですか。広すぎると人も余分に置かなきゃいけない。はい、でも狭いと売上がそんなに取れない。だから本当そこら辺の線引きをどう見るか。ここはもういろいろだからそのケースそのケースで多分ここだとこれくらいだよとか、ここだとこれくらいだよとかっていうふうに予測を立てて、適切な人員配置してもらってっていうことです。例えば、まあ僕何回かそのカウンターだけのお店みたいなところに行ったことあるんですけど、あれぐらいの規模感だともっと売り上げは低めなんですか？多分カウンター10席とか、はいはいはい。その代わりでもワンオペって言って一人でやってる。はいはいはい。表にも置かない。カウンターからもラーメン出して、はいはいはい。多分10席だと、まあ、変な話、100万とか150万とか、こういう考え方って一席20万あげれば繁盛店だって言われる。ってことは10席だと200万じゃないですか。はい、10席で200万上がってたら繁盛店なんですよ。はい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 。だとすると全部が全部そこに行かないんで、繁盛店で200万。だいたい100から150の間が大半だと思うんですよ。大半のお店が10席ぐらいなんですよ。で150万で人雇って、さっき言った 10% か 15% だと15万から20万ぐらいじゃないですか。そうですよね。そうするとオーナーさんにとってあんまり面白くない。間違いないですね。はい。ね。確かに。だけど、オーナーさんが自分がラーメン屋さん一人でやるっていう分にはいいと思うんですよ。その規模。ただ、自分がお店に入らないで、自分がお店のオーナーとしてやっていくってなった時に、10席のお店っていうのは、多分あんまり面白くなくなっちゃうんじゃないかなっていうのが、僕の考え方かな。だから利益を上げようと思ったら、まあ自分が店に立つっていうのは、まあ、給料プラス、その 10% から 15% 入るわけだから、例えば今の10席で150万だったとしても、自分の給料30万、その中から取ったとしても、であとオーナー利益 10% から 15% は、
まあ40万から45万ぐらいは持って帰れるはずだ。まあサラリーマンやるよりはいいのかもしれない。そういう夢があるから皆さんこう脱サラして、はいはい。昔はラーメンをみんな開業してったんです。はいはいはい。ちっちゃいお店で。はいはいはい。でも最近の若い人はもうみんなね、そういう人もだんだんいなくなって、ね、ラーメンで働く人自体がもういなくなってるし、修行して自分でなんか店やろうって人もすごく減ってるし、だからすごくラーメン屋さんは今もうやりにくいと思いますね。今まで結構たくさんのお店プロデュースされたと思うんですけど、その中でここはうまくいったぞというところのなんか売り上げと、まあもう最大瞬間風速でいいので、売り上げと、あと利益のところをちょっと教えていただいてもいいですか？まあ一番うまくいった例は、1日多分70万ぐらい上がった。1日の売り上げ。相当な配数なんです。はい、確かに。そういうお店はあります。で、下がったっつっても、1日それでも40万から50万ぐらいは上がった。すごいですね。そういうとこはまあやっぱ商業施設で。なるほど。館自体で集客してくる。そういうところだと、普通にお店を出すより出すのと違って、まあ家賃がちょっと変わったりするんです絶対商業施設って、家賃って固定じゃなくて、売上の 10% とか。はいはいはい。っていう取り方。だから売上が低ければ、家賃も低い。たくさんいっちゃうと、家賃も高い。多分そのお店だと1000万以上売上が月に。なんでその 10% ぐらいがオーナーさん。でも100万以上持ってた。そういう商業施設うまく確かに出せれば。はいはい。ただ商業施設が、やっぱり契約金とかも高いんで、ある程度資本力がないと、そこに出せないですけど、もしうまく万が一それがはまれば、変な話、月収1000万っていうのを作れる。でも確かに、ショッピングモールとかに入ってるんですけど、結構やっぱチェーン店みたいなのが多いですね。多いですけど、まあ、中にはね、入れてくれるところはあるので、僕も商業施設結構入れてるんで、大体うまくいく。最初の初期費用だけ出せれば、もう売り上げはどんどんついてくる。自分でこう集客しなくても、館が集客してくれるんで、楽ですよ。そこに広告費用払わなくても別に。そうです、そうです。家賃の中に費用が入ってくるんで、高いけど、でも、やっぱりお客さん来てくれるんでね、商業施設。これは、まあ、大きいと思いますけどね。ちょっと余談ではあるんですけど、さっきもちょっとお聞きしたんですけど、なんか僕の地元、青森にも、お店出されたということで、その方のなんか事例もちょっと教えてもらってもいいですか？売上は多分500万以上いってます。1日200杯から250杯ぐらいは出てる。おそらくオーナーさんは、オーナーさん自身がお店入ってるっていうのは、多分手残り100万以上は残してるんじゃないかな。家族経営みたいな感じ？そうですね、家族でやってて、娘さんが2人、フロアでやってくれてるんで、強いですよね、家族経営の方が。さらに、その立地も、まあ、悪いかと思いきや結構市町村が協力してくれるみたいな。そうですね、そこは町の誘致なのかなわかんないけど、そのなんか出店者というか、そういったところをね、募集してる場所だったんで、多分借り入れとかの金利もすごく安くったり、優遇されて、要は行政の支援を受けて出店してる。場所と人、両方揃えられればという。まあそこはね、だから場所はね、もう国道沿いで車をトラックも来る場所なんで、場所はいい場所だなっていうのが分かってたんで、最初ね、計画のところでは僕、人を雇うって聞いてたんで、とかいい人来ればいいなと思って、結果、家族全員でやるっていうことだったんで、これならうまくいくなと思ってて、実際娘さんとかね、お会いして、すごく明るくて、活躍して、いいお店もできるだろうなと思って、やっぱ案の定、思ってた以上の結果。そんな感じの事例も踏まえて、倉本ゼミだとこの売上とか利益をいかに最大化させるかっていうところを教えてもらえるっていうことですよね。
冒頭でお聞きしたんですけど、失敗の例もありましたが、そんな風にやっぱ失敗したくない方はやっぱ最初から聞いてやった方が無難かなと。そうですね。はい。必ず儲かるとは言いませんけども、はい。失敗しないためのアドバイスは最低限させてください。ありがとうございます。はいはい。じゃあ本日はラーメン屋オーナーのリアルな収入というところでお話しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。本日の動画を一言でまとめていただけると嬉しいです。ラーメン屋さんの売り上げは前ご説明しましたけど、10%から15%。あとね、売り上げとかのお店がうまくいくようにアドバイスをさせていただきたいと思うんで、ぜひいろいろ何でもご相談いただければと思います。このチャンネルでは、ラーメン店のアドバイスをさせていただいてます。ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。概要欄から LINE 公式アカウントにていろいろご質問を受けてますんで、登録お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。